あなたの給料、あと10年で半分になる可能性があるのだ。同時に、日本の防衛費は2倍化する。その理由が、実は全部つながっているのだ。給料が半分ですか？それって、この1週間に何が起きたんですか？5つのニュースが全部つながってるって、本当ですか？この1週間、世界で5つの大きなニュースが重なったのだ。一見バラバラに見えるけど、全部日本の生活を変える、同じ方向を向いているのだ。最後のニュースで、その全体像が見えるのだ。パレスチナ自治政府のモラン議長が亡くなったのだ。94歳だった。この逝去で、中東がどう変わるのかを見ていく必要があるのだ。モラン議長というのは、パレスチナ独立戦争の象徴的人物だったんですよね。その人が亡くなったことで、中東の権力構図が大きく変わる可能性があるんですか？まさにそうなのだ。モラン議長の時代は、二国家共存案を掲げていたのだ。イスラエルとパレスチナが共に独立国家として並立する、という理想だったのだ。だけど現実は。現在、イスラエル領内のパレスチナ人入植地で、激しい衝突が続いているのだ。この1ヶ月だけで100人を超えるパレスチナ人が殺害されたのだ。つまり、二国家共存どころか、むしろ対立が深まっているのだ。100人以上を ?1 ヶ月で。それって日本で言うと、毎日3人以上が、その衝撃で、日本の外交にどう影響するんですか？例えるなら、日本が国連安保理で、パレスチナ支援、イスラエル支援のどっちかを選ばなきゃいけなくなるんだ。これまでは、中立という選択肢があったけど、その干渉地帯が消えつつあるのだ。この選択を迫られるという状況が日本の安全保障政策全体を変えるのだ。つまり防衛費を増やさざるを得ない背景がここにあるのだ。中東が不安定化すれば石油シーレーンの防衛が必要になるからなのだ。防衛費が増えるということは我々の税金が増えるか別のところの予算が削られるかどちらにしても家計に響きますよね。でも先輩、これが5つのニュース全部に繋がってるんですか？その通りなのだ。次のニュースを見るのだ。実は、もっと直接的に給料に響く産業の危機が中国で起きているのだ。EV 産業だ。EV？ 自動車産業ですね。中国が強いというのは聞いてますけど、80% というのは本当の数字ですか？本当なのだ。BYD という中国企業が今年の電動車生産の 80% の市場シェアを奪う予測が出ているのだ。これは10年前の日本の自動車産業の地位だったのだ。ハイブリッド車で世界を支配していたのだ。その地位を中国に奪われるということはどういう意味か。日本の自動車関連の雇用が減少するということなのだ。この10年で数十万人の雇用が失われる可能性があるのだ。トヨタ、ホンダの工場が圧縮されるのだ。数十万人というと、全国で一番多い自動車製造業の地域で、半分以上が仕事を失う可能性があるってことですか？愛知県とか。その通りだ。つまり、地域経済に直撃する危機が来ているのだ。賃金が下がるか、最悪の場合失業するか、その不安が今、日本全国を覆っているのだ。だから、別の景気対策が必要になるのだ。景気対策？防衛費の増加と自動車産業の衰退。まさか、この2つが、きちんと、セット、で進んでるんですか？その通りなのだ。防衛関連産業への投資が増えるから、そこに失業者や新卒者が流れていく。日本は、自動車から防衛へ、という産業転換を、今、進めているのだ。これが次のニュースにつながるのだ。日本の次世代戦闘機 F3 の開発が今加速しているのだ。アメリカ、イギリスとの共同開発で2040年の配備を目指しているのだ。つまり15年間防衛産業に人、金、技術が集中するのだ。15年間ですか？それって今新卒で入った人がキャリアの大半を防衛産業で過ごすということですね。自動車産業の衰退と防衛産業の拡大が完全にセットになってる。ここからがさらに重要なのだ。実は先進国全体が同じ危機に直面しているのだ。それが英国のニュースに現れているのだ。英国の GDP が
最新の四半期でマイナス 0.1% に落ち込んだのだ。これは景気後退の入り口を示しているのだ。なぜならアメリカの高金利政策が世界中に波及して景気を冷やしているからなのだ。英国も景気が悪くなってるんですか？それって日本もそうなる可能性があるってことじゃないですか？ただでさえ給料半減の危機があるのに。そういうことなのだ。日本も例外じゃないのだ。むしろ日本は外需頼みの経済構造だから、世界経済が冷え込めば真っ先にダメージを受けるのだ。自動車の輸出が減るとさらに産業空洞化が加速するのだ。つまり全ての流れが同じ方向に向いているのだ。中東の不安定化、防衛費増加、 EV 産業の衰退、雇用創出、世界経済の冷え込み、景気悪化、そして最後のニュースでその多極化が確実になったのだ。最後のニュース？ワールドカップ2026ですよね。でもその話がなぜ経済に関連するんですか？ワールドカップ2026はアメリカ、メキシコ、カナダの3国共同開催なのだ。それ自体は珍しくないのだが、出場国の構成を見るとね、経済的な分断が見えるのだ。例えば EV 産業で強い中国は出場できない。なぜならワールドカップはアメリカ主導の FIFA が握っているからなのだ。そこに経済圏の分断が映し出されているのだ。かつスポーツはもう政治経済の戦場なのだ。つまり1週間で起きた5つのニュースは世界の多極化をはっきり示しているのだ。日本が選択を迫られている。防衛費を増やすのか、産業を守るのか、それとも新しい経済圏に入るのか、その答えが給料に直結する未来なのだ。今週5つのニュースで世界が同時に動いたことが分かりました。来週もこの多極化の波がどう日本に影響するか具体的に見ていきたいです。先輩、教えてもらえますか？明日はこの多極化の中で日本が選ぶべき戦略を掘り下げるのだ。防衛費増加と産業転換の間で日本経済はどう生き残るのか、具体的な数字で見ていくのだ。チャンネル登録で明日の解説を見逃さないでほしいのだ。海外ニュースを日本の生活で読み解くずんだもん海外ニュースなのだ。また明日なのだ。